毎度ドクターキャピタルです。音楽博士やさかいにドクターやねん。今日は山下達郎クリスマスイブの解説とカバーをします。クリスマスソングは邦楽も洋楽、古くからも最近リリースでも名曲がほんまに多いな。毎年僕は他のアーティストや自分のクリスマスライブがもうすごい楽しみや。またクリスマスソングのアルバムやプレイリストめっちゃ楽しくない？ちなみに佐藤筑前さんのクリスマスベスト版のアルバムが新リリースされて全曲最高で、実は僕が1曲作詞で参加してます。これもぜひ聴いていただきたいです。さて山下達郎さんのクリスマスイブ、まさにクリスマスソング名曲中の名曲やな。歌詞もメロディも歌も素晴らしくて、クラシック音楽要素とロックの要素のかっこいいミックスなど、グルーヴの気持ちよさ、編曲と楽器編成、バックボーカル、レコーディング自体の音の美しさが素敵や。そしてもちろん音楽理論で作曲の仕組みを調べるととても面白い発見ばかりや。例えばカノン進行をきれいで気持ちよく使ってはることもそうやけど、カノン進行の話はたくさんしてきてますから、今日の解説ではカノン進行の中の細かいエーナーポイントを2つ紹介しようと思います。1つ目はイントロの楽器メロディー。冒頭はこんな感じ。これはこの前リンダの解説動画で紹介したサスペンデッドコードで、この E サスペンデッドコードの1、2、3、4、4、3、この4343というメロディになってる。曲のキーは A メジャーやから、 A から言うとドレミファソラシドドシドシ、めっちゃ綺麗やろ。次はカノン進行が始まるけど、コードが変わりながらこの美しいドシドシのメロディが繰り返される。ドメロディがリピートされるのでとても気持ちよく馴染みやすいけど、その下でコードが小節ごとに変わるので気持ちよさが何度も更新される。ツボですわ。そして2つ目のエーナーポイントは7フラット9コードや。難しそうなジャズコードやろ。E7 フラット9の構成音なら E から数えた 1,2,3,4,5,6,7 ではなくてフラット7、8、9ではなくてフラット9になる。1、3、5フラット7フラット9。結構濃いな。こんな不協和音っぽいサウンドがクリスマスイブにあったっけ？実はたくさんある。カノンコード進行の最後、ちょうどリピートする前にこれクリスマスイブのキャッチーで目立つ特徴的なコード進行。そういえばここやったな。Holy Night、表現効果はええな。前向きな可能性を感じる綺麗なコードと分かりやすく綺麗なコードの間に毎回一拍だけの濃い7フラット9コードが挟まれていて、希望が湧く、緊張、やったという
達成感のある表現の波を作ってくれてる。さらに構成音の動きを見るとすべてが半音の動きでとっても滑らかでほんまにエレガントにこの3つのコードをつなげてくれてる。このポイントは音楽の勉強をする方にとってすごく重要やけどな。ジャズを学ぼうとしてとにかくたくさんの難しいコードを使ってみるのは楽しいし面白い音になると思うけど、クリスマスイブみたいな使い方も覚えよう。コード進行で構成音の動きが滑らかで綺麗なメロディになるようにジャズコードを使うこともすごくおすすめや。リスナーとしてもかなりツボですわ。ほな、次の動画で弾き語りのカバーをしますんで、ぜひ聴いてください。Merry Christmas, everyone!